両マジク長の世界はネタだらけ。さて今回皆さんと一緒に掘り下げていくテーマですが、最近起きたアメリカによるイラン核施設への攻撃、それからその背景にあるアメリカとイランの長年にわたる複雑な関係ですね。はい。さらに現在進行中のイスラエルとイランの紛争、このあたりを見ていきたいと思います。今日は2025年の6月24日です。そうですね。まずアメリカのトロンプ大統領が6月21日に発表したイラン国内の核施設への空爆なんですが、フォルド、ナタンズ、イスパハン、はい、3カ所ですね。これを壮大な軍事的成功だと述べていますが、具体的にはこれはどういう作戦だったんでしょうか。はい、これはですね、ミッドナイトハンマー作戦と、呼ばれているものですね。ミッドナイトハンマー。数ヶ月かけて計画されて、125機以上の航空機とか、あと潜水艦も投入されたと。潜水艦まで。そうなんです。大規模な作戦です。で、特にその GBU-57、いわゆるバンカーバスターですね。バンカーバスター。はい、大型貫通爆弾。これが使われたっていうのが注目されてますね。これで地下深くにあるフォルドみたいなそういう核関連施設を破壊しようとしたと。なるほど。国防総省もその効果は大きかったと強調はしていますね。バンカーバスターまで使われた。でこの攻撃の直接的なきっかけとしては、この攻撃の前に10日間ぐらいでしたっけ、イスラエルとイランの間でそうですね、シーリアとかにして直接ミサイルを撃ち合うみたいな応酬がありましたよね。これがもしかしたらアメリカの介入を促した可能性もあるのかなと。それは考えられますね。ただそもそもですよ、アメリカとイランの関係ってなぜここまでこじれてしまったんでしょうか。長いですよね。大きな転換点になったのはやっぱり2018年。2018年。トランプ政権がイラン核合意 JCPOA って言いますけど、はいはい。あれから一方的に離脱したことですね。ありましたね。国際的な取り決めだったのに。そうなんです。イランの核開発を制限する代わりに、制裁を緩めるっていうそういう合意だったんですけど、アメリカが抜けて、で最大の圧力政策っていうのを始めたわけです。最大限の圧力。はい。経済制裁をものすごく強化したり、軍事的なプレッシャーをかけたりとか、イランをとことん追い詰めようと。なるほど。でもその最大限の圧力っていうのと、一方でトランプ政権って中東から米軍を撤退させるってことも言ってましたよね。言ってましたね。これ圧力はかけるけど軍は引くって、矛盾してるように私もずっと思ってたんですけど。まさにそこが非常に複雑なところで、この矛盾っていうのは当時の政権の中でも、かなり軋轢を生んだわけですね。やっぱり。例えば対イラン強硬派だったボルトン大統領補佐官なんかが、政権を去る一つの原因にもなったと言われています。なるほど。そして2020年の1月にはもっと衝撃的な事件が起きます。ソレイマニ司令官の。そうです。イラン革命防衛隊のソレイマニ司令官をアメリカ軍がイラクで殺害するという。イラクでしたよね。あれは本当に驚きました。これはもう主権国家の正規軍の、しかも非常に高位の司令官を第三国で殺害するっていう、国際的な規範から見てもまさに前例のないとんでもない出来事でしたね。あの時は本当に一触即発というか、緊張が一気に高まりましたよね。高まりましたね。でもそれでも当時はアメリカが直接イランの本土を攻撃するっていうところまではいかなかった。そこは避けられました。ですけど今回は核施設そのものを直接狙ったわけですよね。そうですね。これはもうこれまでの対立とは次元が違うというか、もう後戻りできない一線、ルビコン川を渡っちゃったみたいな、そういうことなんでしょうか。そういう評価はできると思いますね。何十年も水面下での工作活動とか代理戦争みたいなものはありましたけど、アメリカとイランが直接大規模な軍事衝突をするっていう一線はお互いにかなり慎重に避けてきたわけです。はい。それを今回アメリカ側から超えたと、このインパクトはちょっと計り知れないものがありますね。そうすると今後の焦点はやっぱりイラン側がどう出てくるかですかね。まさにそこですね。イランがどう反応するか。イラン側としては報復っていうのは考えてるんでしょうか。報復自体は示唆していますね。ただ本音を言えばアメリカとの全面戦争は避けたいだろうなと。それはそうですよね。なので
例えばソレイマニー司令官が殺害された時のように、アメリカ側に大きな人的被害は出ないような形での、ある種限定的で象徴的な報復にとどめるという可能性は考えられますね。なるほど。革命防衛隊も中東にある米軍基地は脆弱なんだぞみたいな牽制するような声明は出してますね。経済的な影響としてよく言われるホルムズ海峡の封鎖っていうカード、これをイランが切ってくる可能性ってどうでしょう。世界の石油輸送の大動脈ですし、日本にとってもこれは死活問題ですけど。イランの国会自体封鎖するぞっていう決議はしたみたいですけどね。ああ、そうなんですか。ただ現時点ではその可能性は低いんじゃないかと見ています。というのもホルムズ海峡ってイラン自身の輸出入にとってもものすごく重要なんですよ。ああ、そっか。自分たちも使うわけですね。そうなんです。だから封鎖しちゃうと自分たちも首を絞めることになりかねない。なるほど。ただこれをちらつかせることで国際社会、特に中東の原油に依存している日本とか中国とかそういう国々に対して強い圧力をかけるっていう意味合いは大きいでしょうね。確かに。実際アメリカが中国なんかに封鎖を阻止するために協力してくれって要請してるなんて報道もありますし、だから日本のエネルギー安全保障にとってもこれは常に懸念材料であり続ける問題ですね。国際社会とかあるいはアメリカ国内の反応っていうのはどうなってるんですか？国連の安全保障理事会では緊急の会合が開かれましたけど、アメリカ、中国、ロシアなんかがお互いを非難し合うだけで、いつもの感じですね。なかなか有効な対策は打ち出せていない状況ですね。イランはこれは自衛権だと主張してアメリカとイスラエルを非難しています。そうです。一方でイスラエルなんかは、いや世界はトランプ氏に感謝すべきだみたいに攻撃を全面的に支持してますね。そうです。イスラエルはそうでしょうね。あと気になるのはトランプ大統領自身が SNS でイランの体制転換にまで言及してるんですよ。体制転換？レジームチェンジですか？そうなんです。だから今回の攻撃の目的が単にその核開発を止めるってだけじゃなくて、もっと踏み込んでイランの今の体制そのものを変えようとしてるんじゃないかっていう、そういう見方も出てきていて、ちょっと波紋を広げてますね。うわー、それはまた話が大きくなりますね。これだけ事態が緊迫してるとなんとか停戦できないのかって思いますけど、その動きはありました？最新の情報だと一応トランプ大統領が停戦合意したぞと発表して、イスラエルも一旦はそれを認めたみたいな報道があったんですけど、少し光がと思いきやすぐにイラン側がいや停戦イランがあったって非難して、アメリカやイスラエルはそれを否定してみたいな。あらら。依然としてちょっと予断を許さないというか、事態はかなり流動的ですね。和平への道筋っていうのはまだ全然見えてこない感じです。しかしアメリカがこれだけ強硬な姿勢で出てくると、逆にイランにやっぱり核兵器を持たないと国を守れないんだって決意させちゃうっていうか、そういう皮肉な結果を招く恐れってないんですかね？それは非常に重要な懸念点だと思います。今回の攻撃っていうのは本当にこの長年の対立の歴史の中でも極めて重大な転換点になる出来事です。イランが今後抑制的な反応にとどまるのか、それともさらなるエスカレーション、つまり対立を激化させる道を選ぶのか、その選択が中東地域全体、そしてひいては世界の安定にもう直接影響してくるわけですね。で、おっしゃる通り、今回の攻撃でイランが核開発を諦めるどころか、むしろやっぱり必要だと開発を加速させる、そういうインセンティブを与えてしまった可能性は、これは否定できないと思いますね。歴史的な背景からずっと見てきて、現在のこの状況、本当に複雑だなということがよくわかりますね。あなたはこの一連の出来事の中で今後何が一番ポイントになるとお考えですか？ちょっと立ち止まって考えてみるのも大切かもしれないですね。さて、今回の解説が役に立ったなとか、もっと知りたいなと思った方はぜひ、龍馬塾長の世界はネタだらけチャンネルの登録、それからいいね、コメントをいただけると嬉しいです。お待ちしています。